雑談です。バナさんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、撫でちゃった猫のことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと言いつつ、ほぼテレビの話しかしておりませんが、昨日、おとといと、ずっとね、陣内くんの新しいネタを作っておりますね。桃鉄のネタを作っております。これがもう本当に、大変なんですよ。で、もうね、それで疲弊しちゃってヘトヘトになっておりましたが、なんとか形になっておりますので、近々収録して、近々YouTube で見れると思いますので、ぜひお楽しみにということで、これはね本当にまたメールの受信音が入っちゃったわ。切ってたつもりだったのになんかでオーディオインターフェースを変えて、コンデンサーマイクでね撮ってるんですけど、やっぱり音がいいですねって思いながら、ループバックがイリになってどこで切るんだったかなと思いながら、それはいいとして、そのネタねお楽しみにしてくださいということで、本当に昨日はだから一昨日はそれをずっと家でコツコツやって、で昨日はチェックだっつってお昼から夕方からかな、収録があるんで、その前に楽屋でチェックをしてもらって2時間ぐらいやって、で収録行ってくるっつって、収録中終わるのが21時22時近くなってたんですけど、それまでの間にまた進めて直して、収録終わりでまたチェックしてて、都合8時間ぐらいずっと楽屋で作業をしておりまして、なんとか形になっておりますね。本当に楽しみにしててくださいと、いうことですか。で、いよいよここからテレビの話です。見ましたね。僕も見逃しちゃってて、TVer で見たんですが、バナナサンドにまたね、ゴールデンに移動してから火曜夜8時なんですね。バナナサンドを TVer で見まして、陣内くん、深夜の最後の時に陣内くんが出て、その陣内のネタを他のメンバーがやったらどうなるかというか、非常に面白いことになってたっていうね、好評だったようで、2回目ゴールデンに移って初ねやってたんですが、これがねまた面白かったね。ネタはね、羊のやつとボーリングのやつとからあれですね、バッティングセンターをやってて、木村佳乃さんがこれ突っ込むっつってやってたんですけど、面白かったな。面白かったんで、陣内くん用につって向こうで撮ったバッティングセンターのネタをね、こう初見で突っ込むみたいなことをやってたんですけど、それも含めてね全部面白かったな。面白かったね。だからネタがいいとなんだろうね、その人個性がやっぱ出るツッコミってね、難しいじゃないですか。だから個性がすごく出るというかね、そこ突っ込むんかいとかさ、それはええんかいみたいなそこスルーするんかいとか、こうボケの趣旨分からずにねこう突っ込めなかったりみたいなところが如実に現れてて、それ非常に面白くて見ておりましたんで、ぜひね TVer でまだまだ1週間ぐらい見逃し配信
見れますんで、ぜひ見ていただきたいなって思っておりますね。僕は本当に素材だけ渡してるんで、何にもしておりませんが。したな、今回に限っては。なんかね、バッティングセンターのネットがね、あるんですけど、あれの素材が欲しいって言って、でもあれ作ってたのが本当に、こう、SD 時代なんでね、こう、画像がちっちゃいんですよ、粗いんですよ。で、4対3、34じゃないですか、43。ね、画角も。なんで、その素材がなくてとか、元の素材はあるんですけど、まあ、荒れちゃいますけど、つって、HD 用にね、こうリマスターでさ、今風じゃねえよ、別にHD リマスターにしてね、素材を、それもつけて渡しておりましたね。だからサンドの2人がね、こう好きなように、サンドの2人、バナナとね、日村さんのベルトしてこいはめっちゃ笑ったな、あれ。あれ面白い。ロッチのね、試着室、ね、開けるネタっぽくベルトしてこいは笑ったな、あれ。めっちゃ面白かったな。んで、あれですよ、陣内君最初、あんま気づいてなかったか、そういうことなのになっていうのが、ずっと首振ってて、ブスやなって突っ込んでたんですけど、あれ多分、こう、サインに納得しなくて、首振ってるのが、なんか首振ってるのが面白くなっちゃって、みたいなところでね、こう、ブルブルやってたのが、ブスやなって突っ込んでたんですけど、いや、そうか、と思いながら見ておりましたね。本当に全部面白かったなっていうのがあって、で、もう一つとかね、まあ、YouTube でね、ネタも随分、もう60本ぐらい全部やったのかな、もうちょっとやってるのかな。で、もう新しいネタもなかなか作れなくて、いよいよネタが枯渇してきたぞって、なってて、まあ、毎回打ち合わせの段階でどうする、こうするって、新ネタどうしよう言ってやってるんですけども、僕は一個ね、こういうのどうだろうっていうのをね、ずっと言ってたんですよ。今まである、例えば羊とか、まあ、バッティングセンター、ね、ロケが大変なんで、羊とかテトリスとか、ああいうので、僕、スタッフが勝手に考えたボケを初見でこう、陣内くんに突っ込んでもらうみたいな、こう、よくね、ラジオのコーナーとかであるようなハガキ職人が書いてきて、あれですよね、爆笑問題のラジオでもよくやってんのかな、ゲスト来た時に、こう、それに、そのハガキに対して突っ込むみたいなやつ。ああいう感じで、こう、勝手にネタでテトリスとかでも分かりやすいじゃないですか。こう、いうのを、だから、テトリスのブロックじゃなくて、ね、レゴブロックで何作っとんねんみたいなね、テトリスの画面でみたいなんとか、そういうね、フォーマットにのっとった新しい、まあ大喜利といえば大喜利なんですけど、そういうのをこうやって、こう初見で突っ込むみたいな、どうなんて言ってたんですけど、昨日のいか、そのバナナサンドを見てね、日村さんが、ベルトしてへんみたいなのとか、ああいうパターンでやっぱできるなと思って、これちょっと、一回勝手にもうね、作ってやっていきました。昔ね、ソロイベントの時に、リハ用にね、台本にないボケを仕込んで、リハで流して、キャッキャ言ってたことがあったんですよ。何のネタだったかな、忘れたけど、キングボンビーがついてくるみたいなね、ボケを勝手に僕が作ってやってたんですけど、やっぱああいうのいけるよなと思って、ね、さあ、なんていうんですか、ポテンシャルというか、ありますからね、こう対応能力ありますから、そういうのできるなっていうのを、そのバナナサンドでも再認識しましたね。なので、ぜひね、本当に面白かったのと、木村佳乃さんが本当に可愛いんだよ、これね。面白かったし、ね、見逃しちゃった方、僕も見逃しちゃってたんで、TVer で見ましたけども、無料でね、見逃し配信やってますんで、ぜひぜひ見て
みてはどうでしょうかといったところで、そんなところですかね。はい。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。なんでドリフなんだ最後ね。はい。ありがとうございました。